16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は頸椎椎間板ヘルニアが再発したらやってほしいことについて解説していきたいと思います。皆さん、頸椎、首ですね、頸椎椎間板ヘルニアって、聞いたことがあると思うんですが、とても有名なのはどちらかというと腰の腰椎椎間板ヘルニアかもしれません。しかし首も腰も同じような解剖的な構造になっていますので、腰にヘルニアがあるように首にもヘルニアがあるんです。頸椎椎間板ヘルニアっていう言葉聞いたことはありますか？はい、聞いたことはあります。実は僕の父がですね、昨日整形外科で診察を受けたら頸椎椎間板ヘルニアと診断されました。はあ、そんなことがあったんですね。はい、お父様はどんな症状が現在ありますか？右の肩から手が痛みがあるみたいで、手先までしびれが出てるみたいです。首から肩、肘、手先まで痛みやしびれが出てしまう。これは比較的典型的な頸椎椎間板ヘルニアの症状なんです。お父様、そのような症状が出たのは初めてですか？いえ、5年前にも一度そういった症状が出てました。5年前に一旦症状が出て、一度は改善したんだけれども、また同じような症状が出てしまう。これがまさに再発というものです。再発には2つあって、保存的な治療、つまり手術ではない方法で薬や注射やリハビリテーションなどで一旦は治したんだけれども、また再発してしまう例と、一方で手術をしたんだけれども再発してしまう例、この2つがあるんですよ。お父様は手術はなさってないということですね。手術はしてないです。わかりました。手術をしないでヘルニアが一旦良くなったのにまた再発してしまう。この時問題となるのは実は姿勢なんです。起きている時の姿勢、そして寝ている時の姿勢、この2つの姿勢が悪いと、いくらお薬や注射の治療を一定期間して良くなったにもかかわらず、また再発を繰り返してしまうんです。姿勢がとてもヘルニアの再発防止には重要だということについて今日は詳しくお話をしたいと思います。まずは首の解剖的な構造についてもう一度おさらいをしましょう。詳しくは他の動画、私の他の動画を見ていただいても書いてあります。ご説明しています。こちら横から首を見ています。横からこのように首を見ているんですが、こちらが前、喉で、こちらが背中、後ろです。前と後ろですね。そして首にはこのように7つの骨があります。7つの骨の間には赤で書いたこの椎間板という部分があります。椎間板はすべての骨の間にあります。この椎間板は上から見てみると神経を圧迫しないような前方部分にあるんですが、これが何らかの悪い刺激や怪我や事故、また、遺伝的な椎間板の弱さがあるとだんだんに潰れてきて後ろにこのようにはみ出してしまう。この出っ張った部分を椎間板ヘルニアと言います。そしてその真後ろにはすぐに太い脊髄神経と細い枝のような頸神経がいくつもあるので、これを運悪くヘルニアが押してしまうと、その部分の痛みやしびれや感覚の障害、ひいては力が入らないなどということも起こってくるんです。お父様は例えばボタンをはめにくいとか、箸が使いにくいとか、細かい手作業がきついということはおっしゃっていなかったですか？
それは言ってなかったです。それは良かったです。首の中身には頸髄という太い部分と頸神経という細い部分があるんですが、もしこの真ん中の太い部分が圧迫されてしまうと、ヘルニアによって本当にひどい障害が出ます。例えばもう完全に物を持てなくなったり、手の肉が痩せてしまって非常に筋肉を使いづらくなったり、細かい箸やペンや小銭を数えるなど動作がしにくくなったり、もっとひどくなると実は足の障害も出て歩けなくなってしまうこともあるんです。最終的にはお小水や便など排尿排便にも障害が出てくる怖い病気なんですね。一方でこの細い神経の枝だけがやられた場合は何が起こるかというと、こちら右と左と分かれていますので、片側だけの障害が出ます。例えば右のお父様のように右の肩から腕が痛みやしびれが出る、こちらには問題ないわけで、片側だけの症状が出るということは、右に頸椎椎間板ヘルニアが起こった可能性が高いと言えます。反対側に起こることもあるんですけれども、その確率が一定量高いと言えそうです。まずお父様はまだ手術というお話は専門の先生から受けてない様子ですので、とても大事な日常生活での姿勢の管理、これを2つお願いしたいんですね。まずは寝ている時はこのようなふかふかの枕や凹凸の枕、縦や横に凹凸の枕、このような枕は使わないでほしいんです。なぜなら首の中にヘルニアがあるにもかかわらず、寝ている時に首がぐらぐら揺れてしまう、これでは悪い刺激が神経にいってしまうからです。ヘルニアは固まっているわけではなく、首の姿勢が悪いとヘルニアをより圧迫してしまうということが起こるんです。なので良い姿勢で寝ることが大事では、ヘルニアの方がどういった枕で寝ればいいかというと、上向きでも枕の高さが合っていて、それによって首の角度が良くなると椎間板ヘルニアの神経の圧迫を最小限に食い止めることができます。また横を向いた時、体の軸が床と、寝ているが正面と平行になるように、お布団の面と平行になるようにしていただくことがとても重要です。寝返りが打てることによって首の神経を圧迫しなければ、一晩寝れば翌朝の方が症状が良くなっているはずなんです。朝起きた時にガーッと首から手がしびれている、朝一番は物が持てない、このような症状がより悪く出るようでしたら、椎間板ヘルニアの方にとって合っていない枕というふうに考えていただいて、このような凹凸やふかふかの枕はやめてください。もう一つが座っている時の姿勢です。座っている時も立っている時も同じですが、体の軸が通っていること、首のヘルニアに負担をかけるのは、顎が出て背中が丸くなっているこういう状態、首が少し後ろに傾いたり少し左右に傾いたりしていると、よりその椎間板ヘルニアの障害を大きくしてしまうからなんです。体の軸が通る、左右が対称、横から見た時には頭にリンゴを乗せても落ちないような位置にしっかりと首のポジションをとっていただくと、ヘルニアがより悪くなるのを少しでも抑えることができます。お父様は手術というお話はまだ聞いてないんですよね。手術はまだ聞いてないみたいですけど、手術ってどんなことするんですか？手術はですね、実はこの首の中、この椎間板ヘルニアがあるとすると、ちょっと白電気、この骨の部分を首の前から切開を入れて、
骨と椎間板に到達したら、この部分、悪い部分のここの部分を開けて、ヘルニアの出っ張ってるのをこちらに出します。そうするとこの飛び出してる部分が減ります。そして何もなくなってしまうとグラグラするので、ここに骨のブロック、例えば自分の骨盤から取った骨や人工骨という人工の骨を入れることで、この5番と6番をしっかりと固定する。これによってぐらつかないから、ヘルニアの障害がなくなるわけです。とても理にかなった方法ですよね。このような方法を前方固定術と言います。とてもヘルニアの方には多く行われている手術方法です。しかしここで問題があるんです。いろいろな研究者が、研究した内容によって少しばらつきはありますが、文献によっては 30% ぐらいの方が手術をした後10年以内に再発しているという報告もあるんです。つまりお父様が手術をなさって10年経った時に10人中3人は再発してしまうという危険性があるということです。例えばこの部分のヘルニアが収まっても、次に上や下のヘルニアが別の場所に飛び出してしまうということがあるんですね。なぜだと思いますか？なぜですか？この部分はしっかり固まりますよね。そしたら今度首をお辞儀したり上向いた時、どこで動くかっていうと上と下じゃないですか。なるほど。そこに極度の負担がかかって、そして上や下に今度またヘルニアの再発、もしくは新たな部分のヘルニアができてきてしまうんです。そんなことを考えると、なるべく手術をせずになんとか症状が治まって、ヘルニアを持ってるんだけど快適に生活ができるということが大事なので、そのために大切なことは日中と夜間良い姿勢でいることです。今日お話しした内容をよく参考にしていただいて、ヘルニアの方が一人でも快適な生活を送れる、症状を出さない生活を送れることを祈っています。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。